ヨジーズホビールーム。4時ホビルームメイトの皆さん、そして全世界のモビルスーツふくらはぎ愛好家の皆様、こんにちは。4時ホビです。ぜひ皆さんの好きなモビルスーツの足をコメントで教えてください。前回の動画に引き続きマスターグレードニューガンダムバージョン過渡期の徹底回収。今回は脚部全体の回収をしていきます。早速ですが、ご覧いただいている通り、パーツに黄ばみや汚れが目立ちますよね。これを洗浄して文字通りの美脚にしてから改造を始めましょう。分解したパーツたちをザルに移して、食器用洗剤と歯ブラシでゴシゴシ汚れを落とします。ご覧ください。脚部単体ですが、こちらが11年分の汚れです。過去の自分との決別、この11年に感じた悔しさや悲しさをこの汚れに乗せて洗い流す。残ったまっさらなキャンバスに思い通りに夢や希望を描いて、僕たちは新たに生まれ変わります。汚れと洗剤もきれいに洗い流してパーツを乾燥させます。タオルを広げてパーツが重ならないように並べて、しばらく乾燥を待ちます。梅雨時だったので乾燥時間は丸1日。パーツが完全に乾いたら仮組みしておいて改造に移りましょう。改造。それでは今回も元気よく着想。手始めに膝の外装から。ここはパーツ分割がある外装の一つですが、全体を通して自己流の解釈でディテールを追加したいので接着してしまいます。この状態だと接着したパーツ同士の間に溝が残るので、最近よく使う瞬間接着パテで埋めていきます。先はまだまだ長いので、少しでも効率を上げるためのアルテコプライマーで瞬間硬化させます。硬化したら段差がなくなるまで表面をヤスリで整えます。こんな感じで接着跡も目立たなくなったので、すでにシャーペンで下書きしてありますが、筋彫りします。曲面に使うガイドテープは日版のクリアラインデカールが柔軟性もあって使いやすいです。使用したラインスクライバーは刃先 0.15mm です。彫り終わったら表面をヤスリがけして整えます。ついでにこの角の部分にヤスリがけして面を出します。フレームにつけてみるとこんな感じなんですけど、なんかいいですよね、こういうの。正面のスラスター周りは筋彫りで線を引いて角度をつけてビットブレードで彫る。最後にデザインナイフでカンナ書きをすると、このようにフィンのようなディテールになります。なんかいいですよね。このほか少しだけディテールを追加していますが、先はまだ長いので、この辺りで次のパーツに行きましょう。こちらはすね周りの外装。この辺りも自己流のディテールに変更しちゃいましょう。モールドをリューターで大胆にガリガリと削ります。普段からの改造で意識していることは、一度0にしてから新たに1を作るということ。既存のモールドやディテールを切ったり埋めたりして、まっさらな状態から自分好みのディテールを作る。少し手間ですが、新たなアプローチでディテールのアイデアが湧いてきますし、これがめちゃくちゃ楽しいです。ヤスリがけして段差がなくなったら下書きをしてホビーソーで切ります。カットできたらタミヤの 1.2mm プラ板を2枚張りして、段差でより別パーツ感を強調します。プラ板を貼ったりすると隙間や穴が発生するので、溶剤で溶いたラッカーパテで埋めます。そしてこのパーツの固定方法ですが、ネオジム磁石を埋め込んで固定する方法に決めました。まだまだこのパーツにディテールを追加したりしますので、こうすることで脱着が楽になりますね。このパーツはちょいちょいディテールを追加して、両サイドのアンクルガード的なパーツも回収が完了しました。次に先ほどのすねパーツの後ろ側の外装。筋彫りを追加してプラ板でこんなパーツを作ってみました。これにプラ角材を切って作ったヒートシンクのような部品を接着します。そしてあらかじめ掘り込んでおいたスペースにはめ込んでみます。やってみたのはいいのですが、
この裏に来るフレームが自分好みなモールドなのでプランを変更。掘り込んでおいたところはまるっと切り抜いて、フレームがしっかり見えるようにして、この自作パーツは位置を変えてフレーム側に接着しました。プラン変更前のビフォーアフター、これがどう変わったかは完成後にチェックしてみてください。ちらっとしか見えませんけど。後ろ側の上段のバーニアノズルカバーは既存のモールドを削ってビットブレードで幅広の段落ちモールドを作りました。下段のノズルカバーは筋彫りを追加してカラーチップを埋め込むスペースをビットブレードで削って段を作る。この後 0.3mm のラインスクライバーで長さ 2mm ほどの溝を掘りました。先端の両サイドは少し形状を変えます。プラ角材を接着してニッパーやデザインナイフで余分なところを切り落としてこれをひたすら削ります。めっちゃ風切りそうな雰囲気のスラスターカバーが出来上がりました。次にふくらはぎ外装。上下で別パーツ構成になっていますが A パーツの一部をホビーソーでカットした部分は B パーツに接着します。先ほどの膝外装の接着と同じく溝や穴ができますので、ここではプラ材をカットした時に出た端材をタミヤセメントで溶かしながらパテにします。様々な手法からあえてこうした理由ですか？考えるより先に体が動いていたからですかね。走行をパージしてサイコフレームを露出させるいわゆる発動モードの状態で改造を進めますので、その際のフレームの延長幅に合わせて A パーツにプラ板を貼って調整しておきます。 A パーツの筋彫りした溝に対して90度ぐらい角度をつけて段差を掘ります。こうすることで筋彫りの溝がより立体的になって別パーツ感が増します。上部に位置する既存のパネルラインはパテで埋めました。パーツ B は前方スラスター側の一部を切って別パーツ化。 A パーツにはその他膝外装のスラスター周りと同じような彫り込みディテールを追加しました。続いて太もものフレーム。個人的には近年のキットに多いふくらはぎと太ももの太さが同じくらいのプロポーションが黄金比だと思うので 1.2mm プラ板2枚分幅増しします。接続ピンをカットしたのでプラ材で作った凹凸と真鍮線で固定できるようにしました。そのままだとグラグラしますので対策として間に幅増しした分と同じ枚数のプラ板を挟みました。次に太ももの外装。正面の外装の両サイドを切り離して側面の外装に接着します。この右側のパーツは発動モードでは取り外してしまうパーツですが接着して使用します。外装の固定はネオジム磁石での固定方式にしました。試行錯誤の形跡が残っていますが、プラモは失敗してもいくらでもやり直せるというのがいいところの一つですよね。正面の外装は真ん中のモールドに沿って分割して、さらにホビーソーで真ん中から縦に切ったらフレームの幅を増した分プラ板を挟んで接着。強度アップとディテール追加のことも考えて表面に 1.5mm 分のプラ板を貼って厚みを出しました。ご覧のパーツも固定はネオジム磁石を使用しました。そしてプラ角材を切り出してヒートシンクのような見た目の部品を自作。小さいパーツなので端材と見間違えそうで取り扱いには神経を使いました。こちらは後ろ側の外装。先ほどと同じような工程で幅増しと強度アップを行ってフレームと固定する爪の部分を別パーツ化してディテールアップしました。改造が全て終わったところで塗装前にサフを吹いて最終チェックを行います。サフを吹かないと気づかなかった穴や傷が出てきますので、ここをタミヤのラッカーパテで埋めて塗装に移りましょう。よじほび全塗装。
失礼いたしました。1色目はスターブライトゴールドで成型色がイエローのパーツや部分塗装をしました。次にスーパークロームシルバー2、バーニアやクリア系の下地に塗装しました。続いてパールカッパー、アクセントとして部分塗装をしました。次に鉄道模型用からダークステンレスシルバー、4時ホビではおなじみの塗料ですね。控えめで重厚感のあるシルバーなので、その汎用性も相まって外せないカラーの一つです。フレーム最後のメインカラーとしてガンメタル、ダークステンレスシルバーと合わせてみ、飛ぶぞ。次にクリアレッド、バーニアノズルは2層構造になっていますが、内側のパーツに塗装して差し色にします。続いてサイコフレームの発光表現に蛍光イエローグリーン、下地のスーパークロームシルバーのおかげで UV ライトを当てていなくてもギラッと光っているように見えます。塗装が終わったフレームはどんどん組み立てていきます。膝裏のパイプはホワイトを塗装したいのですが、形状的にマスキングが大変だし、メタリックには艶消しを吹かない派なので、ここは筆塗りでなんとかしてみます。使用した塗料はガイアから艶消しフラットタイプの EX ホワイト。塗るというよりのせるような感覚で乾かしながら少しずつ塗装すれば、トップコートなしで艶消しホワイトが塗れちゃいます。あんまりムラもなくて綺麗ですよね。さすがガイアカラー。差し色には4時ホビブラッディレッド、足首ジョイントと統一感を持たせます。暗みに調色してありますので、メタリックとの相性も結構良さげですね。シリンダーも自身で調色した4時ホビオレンジで塗装しました。ここまででフレームの塗装は全て終わりましたので、残りのパーツをどんどん組み立てていきます。外装を取り付けたら今後外すことはないと思うので、今のうちにフレームは見納め。これらは決して無駄な作業ではありません。ほとんど隠れてしまうけど、そこには必ずビルダーの魂が宿っていて、そして必ずそこを見てくれている人もいる。何よりやっている側がこんなにワクワクするのだから。こんな名言があります。何かを認識してやってみることが体験。その体験を2度3度重ねていくことで経験になっていく。松岡修造さんの言葉です。今度は外装を塗装していきます。黒系の1色目はエヴァダークグレー。次に全体をヘキサブラックで塗装します。最後の色分けにニュートラルグレー5。黒系のパーツは全部で3色塗装しました。ホワイトの外装のメインカラーがニュートラルグレー1。色分けにニュートラルグレー2と3。そして一部に FS36622 のグレーを塗装しました。エアブラシでの外装の塗装は以上になりますので、メタリックで塗装した部分以外はマスキングを剥がしていきます。次にエバレットでカラーチップを塗装しておきます。赤系の上に白系をエアブラシで重ねると塗料が染み出して塗装に時間がかかる場合があるので、ご覧のように一部は筆塗りで塗装しています。最後に自身で調色した4時ホビグリーンでも筆塗りをしています。4時ホビ。仕上げ。それではいよいよ仕上げです。メタリックに塗装した部分への墨入れはさほど目立たないし、破損のリスクを考えて外装のみに行っています。続いてデカール貼り。使用したデカールは前作と同じくメインは RB コーションデカールを使用しました。艶消しを吹き付ける前にタミヤのクラフトボンドを使ってカラーチップを接着しておきます。この後に外装のみをスーパースムースクリアで艶消し、トップコートを拭いた後はメタリックで塗装した部分のマスキングを剥がしたり、メタリックに塗装していたパーツを接着。最後に穴開けしていたところにメタルパーツとして潰し玉を押し込んで外装は完成。フレーム膝関節のジョイントボルトには G レップというエッチングパーツをつけてみます。
そのままでもかっこよくなりそうですが、クリアイエローで塗装してみました。タミやクラフトボンドで接着するとこんな感じ。これがまたいいアクセントになってなかなか映えます。組み立て。ようやく最後の組み立てです。フレームは先に組み立てていましたので、外装をパチパチと取り付けていって、マスターグレードニューガンダムバージョン過渡期脚部の完成です。それでは改造前との比較です。前回の足首編とは打って変わってホビーソーでカットしたりプラ板を使った作業が多く、これらを2本分製作するというのはなかなかのカロリーでございました。回収時にはさほど目立たないと思っていたボールジョイント部分の合わせ目ですが、メタリックに塗装したらびっしり合わせ目が目立っていますね。ここは段落ちモールドにするとかやりようはあったので反省です。しかし0にして1を作る自己流のチューンナップでかなり雰囲気も変わったのではないでしょうか。ハイカロリーな作業量だった分、なかなか満足のいく仕上がりになったと感じています。というわけで今回はマスターグレードニューガンダムバージョン過渡期徹底回収、持ち得るすべてをぶつけて理想のニューガンダムを作る脚部全体編でした。次回は腰部の回収に移ります。パーツ数で言えば脚部ほどではないものの、それがどのような回収になるのかお楽しみにお待ちくださいませ。それではこの動画が面白いと感じた方はグッドボタンを、チャンネル登録がまだの方は動画右下のチャンネル登録の赤いボタンとベルマークの通知チェックを。皆様からの温かいコメントいつも楽しみにしております。拝見しながら非常に励みになっております。ありがとうございます。前回の動画でいただいたコメントの中にフィンファンネルの保持方法についてネオジム磁石を埋め込んでみたらどうかというご助言をいただきました。かなりやりようがあって面白そうな案だと感じました。試行錯誤させていただこうかと思います。コメントありがとうございます。もう一つ、キムワイプに包んでパーツを保存する方法についてこちらもコメントいただきました。ヨジホビは製造業の経験もありまして、サンプルや不良品を同じようにラッピングしていたので、おそらくその癖だと思います。コメントありがとうございます。そんな感じで今日はこんなキットを作ったよだとか、些細なことでも結構でございますので、皆様のコメントをお待ちしております。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。最後に限界への挑戦の中でピンチにも負けず突き進むヨジホビの心境を表すような名言を紹介して動画を締めようと思います。私の将棋は王将を取られてからが強いんですよ。ガッツ石松さんの言葉です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See ya! ヨジー装備ルーム